久しぶりです。佐久間みおです。いや、かれこれ7ヶ月ぶりの撮影でちょっと緊張してるんですけど、やっとね、自分の気持ちを整理できたので、更新が止まっていた理由とこれからについてお話ししたいと思います。このチャンネルは過去のバストマッサージ動画をリピートしてくださってる方とかも多いと思うので、更新止まってたことに気づいてない方もいらっしゃるとは思うんですけど、楽しみにしてくださっていた部員さんに向けてと、何より自分にとっての決意表明的な動画になります。ということで、本題の投稿が止まってしまった理由についてですが、結論から言うと、何を発信したいのかが分からなくなってました。イメージしやすいように年表を追う形でお話します。2017年から2021年頃まではもうありがたいことに順調すぎて、何が起きてるのか分かんないほどただただ嬉しさと忙しさに追われてました。ただこの頃から間違った歯車を勢いよく回してたんですけど、それに気づくのは翌年で2022年にね、少しずつ歯車がずれていきました。最初におやと思ったのは冠で番組持たせていただいてたラジオ番組なんですけど、1本目の再生数が予想以上に良かったらしくて、期待の番組でね、スタッフさんたちに褒めていただきましたが、リスナーはもっと自然体の佐久間さんを知りたいはずなので、台本は気にせずに喋ってくださいって言われて固まりました。私は競馬が趣味といって、最初は競馬予想のチャンネルをやっていたので、リスナーさんは競馬の質問をたくさん投げてくださったんですが、答えられなかったんですよね。なぜなら、いつも私が思う競馬の好きな部分っていうより、競馬ファンが求めていそうな決闘のロマンとか感動のレースとかに寄せた話を事前に調べて準備していたから、それを取り上げられたらね、何話せばいいか分かんなくなっちゃって、スタッフさんからもなんでこの子は話したいこと話さないんだろうって感じが伝わってくるし、だからといって本音で本当はそんなに決闘とか過去の馬やレースのこと分かんないし、私が好きなのは一回一回の謎解き的な感覚なんですなんて言ったら、競馬ファンにはがっかりされるよなと思って喋れなくなりました。多分そういう部分がね、競馬以外の話にもたくさんあったと思うんですけど、ラジオってね、というか私に求めていただいたラジオ番組はこうがっつり用意した原稿を読み上げるっていうのが醍醐味じゃなかったと思うので、だんだんそういうのが伝わっていったのか、再生数も下がって1年ほどで番組は終了になっちゃって、リスナーさんにも期待してくれたスタッフさんにも申し訳ないなという気持ちになりました。 YouTube の方も動画なら視聴者さんが求めていそうなことを事前に調べて作り込めるから、それだけなら居心地は良かったんですけど、当たり前ですけど、作り込めば作り込むほど成果を出したら、その作り込んだ私を求めて声がかかるようになるので、企業さんとかコラボとかお声掛けいただいても嬉しい気持ちと怖い気持ちに板挟みされるし、生配信とかコラボとかも本来人見知りあんまりしない明るい性格なので、得意そうだよねって仲のいい友達とかには言われるんですけど、こと仕事に関してはね、本当の私をこう出せない状況を自分で作っちゃってたから、なんかバレたらどうしよう、がっかりさせたらどうしようみたいな、全然楽しめなくて、も全てがオーディションというか監視されてるような気分でストレスになるし、もっと素直にね、そこまで詳しくないけど私はこんなことやってますよとか言えればよかったんですけど、もう今更言い出せない状況を自分でどんどん作っちゃってて、どんどん仮面を重ねて息苦しくなっていくような感覚でした。で、不思議とそれに比例するように動画の平均再生数っていうのもこの年からなぜかガクッと下がって、そんな時ですよ、プライベートでも大きな変化があって、10年ぶりに彼氏ができたんですけど、みおさんの趣味は何って聞かれて、また固まっちゃったんですよね。で、うまく説明できないまま気づいたら2ヶ月弱で、なぜか悲しそうな顔をされながら振られてしまい、おやおやと何かがおかしいとようやく気づき、なんか共通点があるように感じて自己理解を始めた結果、私はずっとね、自分に自信がなかったんだなって気づいたんですよね。小学生の頃から芸能界に興味を持って、たくさんオーディションとか受けてたくさん落ちまくってるので、その影響か、いつの間にかこう、どうすれば人に求められるかっていう人からの目線にばっかり目を向ける癖がついてたようで、それは悪いことばかりではないけど、ちょっと私の場合は自分に蓋をしすぎちゃってたなと。それであまりに本音が深いところに潜っても行方不明になっちゃってこじらせてました。だからね、こう外側の何かで自信を埋めようとしてたのかもなって。それは再生数とかフォロワー数とか、自分が尊敬している人から愛されることで、ほら私は価値があるでしょ、自分の夢を叶えるのは難しそうだけどみんなすごいって言ってくれてるから大丈夫だよって、その
安心の盾みたいなのを守るために必死にねフォロワーさんの求めてくれてることに応えようとしたり、好きな人に合わせようとしたり必死に頑張ってたと思うんですけど、無理は続かないもんですね。一気に壊れていって、でも壊れてくれたおかげでその道は本当に幸せにはつながってないんだなっていうことに気づけたので、今は感謝してるんですけど、そのおかげでしっかり内面と向き合うために自己理解したり、今までちょっと苦手意識があった異業種交流会とかにも参加して、いろんな外の世界の人と触れてみたりとかして、潜りすぎてたんで救出活動に2年ほどはかかっちゃったんですけど、やっとね納得の答えにたどり着けたという感じで、今これをぶっちゃけることができて、やっと仮面を外せた気分です。はい。でその結果これからどうするかというと、自分の好きなこととか得意なこととか深く考えた結果、意外とやっていたことは間違ってなかったようなので、正直やる内容は今までと大きく変わらないかもしれません。ただやる理由が大きく変わるので、私の中では大きな変化です。もうね、自信を埋めるためではなく、私がやりたいからやる。バストマッサージとかストレッチを中心に、私が教えるというよりは一緒に自分の魅力を磨いていけるような動画を発信していきたいなと思ってます。とはいえね、バストアップの人みたいなコンテンツ系 YouTuber になりたいわけではないので、もう素直に知らないことは知らないと言おうと決めました。私はバストアップに人生を捧げたいわけではなく、魅力的な自分作りに人生を捧げたい。もちろんね、お胸も大きな魅力の一つだとは思いますけど、バストアップしたから魅力的になれるわけではないと思ってるからです。だってそれなら私は2ヶ月で振られないはずだろ。それでもね、私が役に立てることがあるなら、私が答えられる範囲でバストアップのこととかも答えていこうとは思ってるので、今まで通りお気軽に質問等々送ってください。そしてもう一つ、そんな魅力作りの一環でもあると思うんですけど、たまにはね、踊りたいなーなんて思っとるわけです。私はダンスと自分の体が好きなので、それらを使って自由に表現することも最近したいなと思ってて、やりたいことはこれからいろいろと変わっていくかもしれないけど、求められていることとやりたいことのバランスを大事にしていこうと思いました。ということでまとめとしては、半年以上動画更新が止まっていた理由は、何を発信したいのかが分からなくなって自分探ししていたから。でこれからの方向性としては、求められていることだけでなく、自分に正直になることもおろそかにせず、再生数とか世間の評価とかで偽りの自信を手に入れるためじゃなく、私もちゃんと楽しくてみんなも喜んでくれるようなバストアップを中心としたボディメイクやダンス動画など、魅力作りにつながる発信をしていきたいと思ってます。もちろんね、再生数とか登録者数は方向性が間違っていない指標にもなると思いますし、純粋に嬉しいのでね、完全に無視はできないけど、そこに引っ張られすぎないようにすることが大事だなと思いました。はい、ということで長くなっちゃいましたけど、最後まで聞いてくれてありがとうございます。やっと話せた。久しぶりで緊張したけど、うまく伝えられたかな。何も言わず急に投稿をストップさせちゃって不審に思わせてしまった部員さんには本当にすいませんでした。それでもね、楽しみに待っていてくれた方、信じて待っていてくれた方、本当にありがとうございます。実はね、今日誕生日なんですいいタイミングで整理できてよかったなと思います。応援のグッドボタンなんて押していただけたら最高の誕生日プレゼントになります。ということで、次回は久しぶりに最新のバストアップマッサージ動画を載せようかなと思ってるんですが、ちょっと今からね、美容室に行くんですけど、ずっとしてみたかった髪色に挑戦するんですよ。賛否両論あるかと思うんですが、というかピの方が多そうな気もするんですが、私のやりたいことなので許してくださいそれではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。